はい、こんにちは。今日はね、光爆式武装ホムラやっていきたいと思います。たまにやってるオリジナル武装のシリーズなんだけど、昔作ったつむじ、こいつの発展型になります。こいつはまだプリミティアの正式版以前の時に作ったやつってドローンで刃物を回転させて戦う武装だったんだけど、これを今の環境で作り直したいということで行ってみましょう。まず前回若干の資材が残っているところまで戻ってきました。って言ってもね、今回主に使うのは最近入手したドローンとエンジン、これらを使って作っていきます。で、早速本体を作っていきたいところなんだけど、持ってきたドローンだけだと足りないかな装甲が足りない分をプラスチックにしてもいいんだけど、後々重くなるかもしんない。なので放置していたスポナーを1つ持ってきます。以前と比べて重量も増える想定なので空を飛ぶことは考えてないんだけど、にしてもある程度重量を支える分の浮力は欲しいんだよね。はい、とりあえずこれでドローンとベアリングは好きなだけ確保できるようになりました。で、適当な数のドローンで組み立ててみると、これだけなら浮かび上がることができますね。ここにエンジンとかブレードとかを乗せていくし、配置とかは後で調整するとして、そこそこ重量の補助としては役に立つんじゃないかな。よし、本体部分はこれでいいとして、次はブレードを作っていきます。以前作ったつむじではドローンで回転させてたんだけど、あの時代はそもそもエンジンすら実装されてなかったんだよねで、エンジンが実装された時にはすでに今回のホムラのイメージは出来上がってたんだけど、そこから約3年越しでの実現になります。で、つむじの時はあわよくば飛ぶことを考えてたんだけど、あの時点で重量的に無理があったのと、今回さらにエンジンだけで合計40キロ近く増えるので、今回はもうね、鼻から飛ばない設計にしてます。なのでブレードの角度は素直に毛さ切りをするような感じですね。で、エンジンを動かすことを考えると、ブレードは熱で変形しにくいタングステンにするのが理想的なんだけど、率直なところ足りないんだよねなので今回は鉄が変形しない構造でできるだけ勢いよくエンジンを回すっていう仕組みを作るのがテーマになってます。とかなんとか言ってる間に、ブレード部分もこんな感じでいいでしょう。よし、じゃあさっき作った本体とブレードを合わせていきます。この段階では左右のブレードが
ぶつからないように取り付けていくっていうのと、その辺と合わせて実際に装備した時に戦いやすいように取り付けていきます。まあ悪くはないんだけど、もっとドローンがいるかな。ブレード部分には合金も使ってるんだけど、これは補強でもあるし、あと余計な熱を放熱しやすいようにっていう意図もありますね。ついでにちょっと飾り付けもしときましょうかね。正面にベアリングの外輪をつけてるのは過去の名残ですね。つむじを作った時代には合金っていう素材もベアリングしか実装されてなかったので、これが一番頑丈な素材でした。で、ちょっと試しながら作ってはいるんだけど、やっぱし重たいですね。ベアリングホルスターを使ってみるとなんとかなりそうかな。まだ調整する余地はあるんだけど、この後まだ重量が増えるので調整はその後でいいでしょう。って言ってもね、一応この段階で武装自体はほぼ完成です。じゃあ何を追加するのかというと、燃料。実はこれがかなりの肝で、燃料が足りないと回転が足りなくてダメージが低くなるし、燃料が多すぎると熱で鉄が変形するので、エンジンには熱が伝わってその熱を鉄に伝えないようにするっていうのが難しいところですね。とはいえこの世界ではかなり熱伝導はしにくいので、火が直接当たらなければそんなに簡単には鉄が変形したりはしないんだけど、小さい燃料だと持続時間が短いので戦闘を継続するのが難しくなるってあたりが悩みどころですね。頼りにしてるのは燃焼時間が長いプラスチック燃料なんだけど、こいつが発火するためにはある程度強い火力で炙ってやらないといけないので、ここも難しい。ちなみに途中試しに動かしたりしながら試してもいるんだけど、どうもね、ベアリングがやっぱしよじれることが多いですね。やっぱ高速で動くものとの相性が悪いのかな。なので昔と同じように部品でお腹を固定するのと頭で重さを支えるようにしてみました。昔は頭に物をかぶせると視界が悪かったんだけど、今は補修材がクリアパーツなので視界も確保できますね。そんな感じでなんやかんや調整していって、まあこんな感じか。では実際に動かしてみましょう。いざ。炎をまといながら走る姿がなかなかかっこいいですね。とはいえ少し前に炎のエフェクトがポップな感じに変わっちゃったので、それ考えると昔のエフェクトの方がかっこよかったかもしれないとかなんとか言いつつも、よし、ちゃんと戦えますね。こいつはドローンに対しては抜群の戦闘力だし、
スライムなんかだと相手にならないですね。ただドローンと鉄でできてるのって水には弱いかな。ちょっとここは渡れないかもしんない。あとこの辺にはいなかったんだけど、自爆ドローンの相手をするにはもう一工夫必要かな。まあ単純に防御をガチガチにするような感じで、外側にさらにシールドをつけるとかがいいかもしんない。ドローン基地のビーム砲なんかもうまく角度を合わせることで破壊できますね。刃が斜めについてるので、実質この上下の範囲であれば当てることができます。地面に落ちたビーム砲はうまく動かせば倒せないこともないんだけど、細かい動きは苦手ではあるので厄介ではありますね。とはいえ防御がかなり硬いのと攻撃回数が多いので、扱い方次第で比較的万能に戦える武装になったんじゃないかな。ということで光爆式武装ホムラやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。これね、ボディに使ってるのがドローンなので、実は全身火だるまになってドローンも燃料として使うような想定でもあったんだけど、若干高熱板みたいな部品をつけてるとはいえ意外と燃えませんでしたね。で、一応かっこいい映像ばっかし選んで流してたんだけど、これ高速で動くものはやっぱし変な動きをすることがあるみたいで、運が悪い時は不思議な壊れ方をすることもありました。まあこれはもしかしたら回転数をもうちょい落とした方が安定するのかもですね。で、ここしばらく資材の少ない環境で遊んできたんだけど、久しぶりに湖の対岸に戻りましょうかね。さっきの場所にもいくらか物を置いてきたんだけど、この湖はもはや簡単に行ったり来たりできるので、またあっち側に行った時に役に立つんじゃないかな。で、やろうと思ってたことはあるんだけど、ちょっとね、もしかしたら次回までの間にアップデートが入りそうな気配があるので、予告は曖昧にしといた方がいいかな。ということで次回はお出かけ準備やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。